はい、こんにちは。カードゲームの学校です。今回はですね、エクシードアポカリプスエボカ環境で活躍するデッキを紹介いたします。それでは早速やっていきましょう。死生獣。アニマルコロシアムで登場した死生獣デッキ。今までデーバが特徴のカードは存在しましたが、本デッキの特徴で活用ができるようになりました。デジク初となるほぼデジ玉を使用しないデッキとなり、このデッキは基本的に完全体であるデーバの共通効果を活かしながら、場と育成エリアに展開していき、相手のアタックに合わせて死生獣にブラスト進化して対応していきます。そしてトラッシュにデーバ、死生獣を貯めながら、ここぞのタイミングで聖獣対極陣からファンロンモンを登場し場を制圧します。今回登場したデーバは共通効果の他に色ごとに共通の進化元を持っています。赤のデーバはセキュリティアタックプラス1、青のデーバはアタック時にメモリープラス1、緑のデーバは貫通、黒のデーバは相手ターンにブロッカーを得ます。発売後一定の使用プレイヤーこそいましたが、環境最前線での活躍とまではいきませんでした。しかしアポカリモンデッキの台頭により本デッキを使用するプレイヤーが急増しています。現在環境で活躍中のアポカリモンデッキの主な除去方法はデジモンの効果のため、デジモンの効果を受けないファンロンモンを除去する方法は基本的にはありません。ですので一度ファンロンモンを展開できれば一方的にアタックすることが可能です。またデッキの性質上ドローをあまり行わないためデッキの減りが遅く、ファンロンモンの登場時アタック時効果でデッキを少し回復しながらアポカリモンの除去を狙うことも可能です。とはいえガルルモンといった速度が速いデッキやグレーモンのような耐性持ちの大型デジモンは苦手としています。明確な弱点こそありますが、環境トップデッキに対して有利に試合を展開できる数少ないデッキです。アヌビモン。アニマルコロシアムで登場したアヌビモンデッキ。トラッシュからの登場を活用したデッキです。新規で登場したアヌビモンは紫のレベル5から4コストで進化できるレベル6デジモンで、ターンに1回進化時メインに自分の手札を3枚まで破棄でき、その後自分のトラッシュから紫のデジモンカードを支払うコストをマイナス3で登場させます。この効果で破棄したカード1枚ごとに登場コストの軽減をさらにマイナス1します。さらに自分のターン、効果で自分のデジモンが登場した時にレベル5以下の相手デジモン1体を消滅させる。この効果で消滅できなかった場合はワンドローします。基本的にこの効果を使いディメンショナルフェイズで収録されたメルバモンの登場を目指します。メルバモンは特徴にクロスハートを持つデジモン1体とデジクロス可能な登場コスト11の紫のレベル6デジモンです。その効果は登場時進化時に自分のトラッシュから紫のレベル4以下もしくは特徴にクロスハートを持つレベル4以下のデジモン1体をノーコストで登場可能。さらにデジクロスしていれば登場できる枚数をプラス1します。さらにお互いのターン、特徴にクロスハートを持つか道連れを持つ自分のデジモン全てにブロッカーと速攻を付与します。デジクロスは手札からの登場でなくても可能ですので、アナビモンの効果でトラッシュから登場する際もデジクロスすることが可能です。また本デッキは自分の手札を破棄した時や効果で自分のデジモンが登場した時にメモリーをプラスするカードが多く採用されていますので、アナビモンの効果でメルバモンを登場させる時、アナビモンの登場コストマイナスと進化元のメモリープラスでほぼノーコストで登場させることが可能です。このメルバモンからセイバードラゴンなどのデジモンを展開し、道連れを生かした相手デジモンの除去や多面展開による連続アタックで場を制圧していきます。基本的に相手の場に依存しないので、必要パーツが揃えばすぐにでも動くことが可能なのもこのデッキの特徴です。デッキパワーがとても高く再現性もありますが、手札の破棄やサーチの取捨選択などプレイングが顕著に現れるデッキでもあります。一時期ミラーを意識してかリバイアモンを採用したデッキも登場しましたが、メインの動きを優先する意味でも基本の型が多い印象です。しかしアポカリモンデッキの活躍により登場コスト軽減メタデジモンの採用が増えたため、本デッキも除去用のカードを採用するプレイヤーが増えています。10月末より施行の新禁止制限についても本デッキはノーダメージなのでしばらく環境最前線で活躍するでしょう。ガレルモン。アニマルコロシアムに続き超強化をもらい環境最前線に返り咲いたガレルモンデッキ。アニマルコロシアムとエクシードアポカリプスで新規収録されたカードが中心のデッキです。もともとガレルモンデッキはドローで手札を増やしながらパートを押し込んでいくのが基本プランでしたが、新規のガブモン X やガルルモン X の登場によりその動きに磨きがかかりました。また今回新規で登場したガブモンガレルモンはバニーヤマトがいればドローできる効果を有していますので、バニーヤマトを置くことで試合をより有利に運ぶことが可能です。そしてメインデジモンであるメタルガレルモンはファン待望のワープ進化デジモンです。その効果は石田大和名称のテイマーと DP1 枚以上の相手デジモンがいる場合に自分のガブモンから4コストでワープ進化が可能です。同弾収録の友情の功労とは違い制約こそありますが、トラッシュに必要デジモンを用意する必要がないので相手の大型デジモンに対しての奇襲札にもなります。またこのカードのワープ進化はトレーニングのディレイ効果にも対応していますので、条件さえ揃えば2コストでの
ワープ進化も可能なので覚えておきましょう。その効果はかなり強力で、ガレルモン待望の回避持ちデジモンであることと、進化時に相手ターン終了まで相手のテイマーかデジモン3体を選びレストできなくします。そしてお互いのターンに1回自身がレストした時にアクティブにすることが可能です。進化時効果でテイマーのレスト封じも可能なので、ダイモンマサルやクールボーイにとっては天敵のような存在です。14弾で収録されたウォーグレーモンとは違い、進化さえできれば仕事はしますので、相手の大型デジモンがいる時に3コスト確保できれば、ガブモン登場からワープ進化で相手盤面をロックすることが可能です。最近は大型デジモンやテイマーを簡単に出せるため、このワープ進化を活用する機会も少なくないでしょう。本デッキは新規メタルガレルモンでロックしながら試合を進めるルートと、特徴である連続攻撃性能を生かしてのワンショットルートが可能なデッキなので、相手の盤面や特徴に応じてプランを変えながら試合を進めていきます。基本的に速度で押し切ることが可能なこのデッキですが、現環境最強格のアポカリモンデッキにはセキュリティアタックマイナスを付与できるコーリードラモンがほぼ採用されていることもあり、セキュリティアタックプラスを付与できる攻撃プラグイン A の採用も検討できます。ガレルモン X が本デッキはもちろんベルコンやアポカリモンデッキの出張パーツとして環境で猛威を振るっているため、最速制限カードも危惧されていましたが、今回はお咎めなしだったので、今季もフルパワーでの活躍が可能です。デッキとしても出張パーツとしても超強化を受けたこのデッキ、環境最前線で駆け抜けます。アポカリモン。エクシードアポカリプスで登場したアポカリモン。カード発表当初からかなりヤバいカードの評価がされていましたが、発売後は一次予選突破やエボカ優勝など、環境最前線で活躍しています。アポカリモンは青、紫、緑、黒のレベル6から6コストで進化できるレベル7デジモンで、その効果は自身を登場させるとき、自分のバトルエリア及びトラッシュの特徴にダークマスターズを持ち、名称の違うデジモン3枚までをこのカードの下に置くことで、置いたカード1枚につき登場コストをマイナス4します。さらに自分のターン終了時に1回、自分のトラッシュからレベル6以下のカード1枚をこのデジモンの進化元の下に置くことで、置いたカードの登場時効果を自身の効果として発揮する。その後自身の進化元のレベル6デジモン1枚につき、相手のデッキを上から2枚破棄します。アポカリモンの登場コストが15なので、3枚のカードを進化元に置くことで、最低3コストでの登場が可能です。また、デッキ破棄は自分のターン終了時効果のため、登場さえできれば6枚から8枚のデッキ破棄を確実に行うことが可能です。巨大デジモンが低コストで登場できる点はもちろんですが、注目すべきはお手軽すぎるデッキ破棄能力。デジモンカードゲームは50枚のデッキで構成されています。セキュリティと手札で10枚ない状態でスタートするので、実質枚数は40枚。ですので、1回でおおよそデッキの5分の1を破棄することが可能な強力なデジモンです。また、基本的にデジモンカードゲームはセキュリティを0枚にして相手プレイヤーにアタックすることをゴールとしていますが、本デッキは相手のデッキを0枚にすることがゴールなので、アタックする必要がなく、相手のセキュリティを無視して勝利を目指すことが可能です。一つ前のシャイングレーモンやミラージュガオガモンが活躍していた環境もかなり速度重視の環境でしたが、アポカリモンが想像以上の速度でデッキ破棄ができ、アポカリモンが2ターン以上場に残ることがほぼ負けに直結するため、環境が以前以上にワンショット寄りの速度重視環境になっています。10月末より施行の新禁止制限で、スキャッターモードとガブモンが制限カードになりましたが、強力な出張パーツであるガルルモン X が残っていますので、まだまだ本デッキの活躍は止まらないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はエクシードアポカリプスエボカ環境で活躍しているデッキを紹介しました。アポカリモンの存在により試合速度が大きく変化した本環境、動きを理解しないと瞬殺されるデッキばかりですので、本環境の仮想敵やデッキビルドの叩き台として役立ててもらえると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。